ちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。この V キャスト、本当は2月の中旬ぐらいには公開する予定だったんですけれども、本当に慌ただしくて、引っ越しの片付けも終わらないし、カフェの準備とか、カフェがオープンしたら下でやることが多くて、なんだかんだと後回しになってしまって、気づいたら1ヶ月も伸びてしまって、ようやく今これを収録しているっていう感じです。普段だったら上位が寝ている時に収録してるんですけれども、今日は後ろでおやつを食べているので時々音が入るかもしれませんが、その辺も楽しんでいただけたら幸いです。V キャストをご覧になるとお分かりいただけるように、私は恐ろしいほど荷物が多くて、リビングにある大きな収納場所は余裕で食器類が全部入るだろうと当初思っていたんですけれども、入れ始めたらすぐに分かってきたんです。これは無理だなと、全部収まりきらないぞと。それでケーキスタンドとかほとんど日常で使わないような食器は別のところにしまうことにして、私が好きで集めているケーキスタンドって結構場所を取るんですね。高さも幅もあるしで。それでどこに置いたかというと、上位と私の仕事部屋のクローゼットに押し込みました。全部で3日間ぐらいかけてリビングとキッチンのグッズをなんとか収めて、しまうべきところにしまって、リビングから段ボールが一つもなくなった状態で保健所に申請をしに行って、保健所のチェックが入りました。前回の V キャストでこの後保健所の申請に行ってきますみたいなことをお話ししていたと思うんですけれども、あの後すぐに保健所からの現地チェックが入ってきたんですね。フォートゥーカフェは私の自宅兼店舗になるので、自宅のリビングをご担当の方がチェックをしに来たわけなんですが、意外とねあっさり終わる感じでしたね。でその時は合格であるとか不合格であるとかそういうことは一切言わないんですけれども、許可証を交付する日、ちょっとした研修があるらしいんですけれども、その日の案内を教えてくれてたんですね。メモ書きになったものがあって、いついつにこういうのがあるのでっていうふうに言われたので、それをもらえたっていうことはおそらく合格なんだろうなと思いながらも、でもまだわからないから、なんとなくモヤモヤした感じで1週間過ごしていて、で1週間後に本当に正式にね、今日から営業していいですよっていうふうに電話の連絡があったんです。でそこからもう何日もオープン日を延ばしてるのももったいないなと思って、本当に急だったんですけれども、2日後の土曜日2月21日にオープンするっていうふうに決めて、でなんでその日だったかっていうと、大安だったからなんですけれども、ちょうどね3連休だったからお友達も来やすいかなと思ってその日にしました。フォートゥーカフェが自宅兼店舗っていう形でやっているので、大々的に広告をするつもりもないし、今のところは Google マップに載せたりとか、どこかで
広告を打ったりとかそういうのをしないので、当然オープンの日とかね、カフェのこと自体も知らない方が多いし、インスタでしかお知らせをしていなかったから、そんなにねお客さんで押し寄せるっていうこともないんですけれども、それでもお友達が来てくれて、で来てくれるだけでもありがたいのに、事前にねバルーンとコチョウランのかわいいプレゼントが届いたりとか、あとオープンの当日にはお花が届いたりとかして、でそういうのは本当に想定していなかったことだったので、もうなんか感激でしたね。年末年始からずっと疲れが溜まっていて、ボロボロだった私は鏡を見てちょっとびっくりしたんですね、自分のヨレヨレさに。でこんなんではお客さん迎えられないなと思って、オープン日の前日に慌ててまつげだけは上げておこうと思って、完全に下に向いていたまつげを上げに、定期的に通っているまつげパーマのサロンへ行ってきたんですね、オープンの前日に。そこは伊豆に越してきた2025年に初めて訪れたんですけれども、初回からそこのオーナーさんの雰囲気が好きだったりとか、そのサロンはご自宅兼店舗っていう感じでやられてるんですけれども、そのうちがすごく素敵で、なんかいい気が流れてるなって思って1年間ですけれども通っていたんですね。でいつも通りに施術中に世間話をしていて、それで実は明日カフェオープンするんですなんていう話をしたんですよ。そしたらオーナーさんがすごい驚いていて、今までそういう話全然なかったわよねなんて言ってたんですけども、でもそれもそのはずなんですね。私自身がカフェをオープンしようって決めたのが2025年の秋ぐらいだったから、あんまり人に話しているタイミングもなかったし、私の性格上あんまり不確かな時点で人に話すっていうことをしないタイプなんで、だいたい誰かに話すときはもう決断してる時とか確定していることなんですね。だから当然カフェのこともほとんど人に話をしていなかったから、オーナーさんももちろん驚いていて、でもすぐにぜひ伺いたいんで住所教えてくださいなんておっしゃっていただいて、だから実は予約制なのでそのリンク先を後でお知らせしますねなんて言ってたんですけども、でもオーナーさんがね、顧客情報を更新したいから住所知りたいですっておっしゃるんですよ。でまあそういうこともあるのかと思って、その時にね住所をお教えしてそのまま帰ったんですね。で私はもう翌日のカフェオープンのための準備にまた取り掛かって、で当日を迎えて、でそういう当日って本当になんかありますよね。いつもだったらうまくいっていることが全然うまくいかなかったりとかして、何回も焼いているスイーツがどうもこれ違うなっていうような出来だったりとかして、で焼き直したりとかそういうことしてたら、もう本当にねゲストが来る時間になってきちゃったんですよ。でもこれ間に合わないなと思って、もう投げ出したいぐらいもうダメだったんですね。でそんな時にピンポーンってチャイムが鳴って、で出たらお花屋さんだったんです。でお花届いてます。一つじゃなくて2つも届いてたんですけど、
一つが犬友さんからですごい立派なね胡蝶蘭を送ってくださって、でそれに感動していたらまたもう一つ運んでくださるんですよ。でその花についていたお名前を見て私はハッとしました。それは前日行っていたまつげパーマのサロンのオーナーさんからだったんです。でそれで住所を聞いてくださっていたのはこのことだったんだなというふうに思ったら、もう本当に感動でしたね。こうやってカフェオープンするからって言って翌日に間に合わせてお花を手配してくれたっていうことがもうなんだか本当にありがたくて、もうこう感動の余韻に浸りたかったんですけれども、いやいやちょっと待ってよと、ゲストこれから来るからと思ってまたねちょっと気持ちを切り替えて準備をして、それで仲良しのお友達が来てくれた時にはね、もう何とも言えない気持ちでしたね。ほっとしたというか嬉しいというか、もういろんな気持ちが混ざっていてちょっとふわふわしちゃって、あれもこれも話したいことはあったんですけどもね、そういう時って忘れちゃうんですよね、話したかったこと。でその翌日もいつもね SNS で仲良くさせてもらっているお友達が来てくれて、でドッグランとかでね会うとあんまりゆっくりお話できないんですよね。いろんな人もいるし、たくさんのワンちゃんがいるから、なんだかねこう雰囲気がねガサガサっとしてしまって、合ってるけどゆっくり話せてないっていう感じだったから、こういうカフェでね普段お話できないようなこととかゆっくりお話できて、なんだかこういう時間がカフェだからできるなっていうのも感慨深いなと思っていました。お友達のワンちゃんが私が作ったスイーツを前にねもう夢中になって食べてくれてたりとかしてるシーンとか見ると、もうなんだかね嬉しいなっていうか、もう愛おしいなっていう感じで見ていて、それとカフェをやっていてよかったなって思うことがまた他にも見つかって、それは何かっていうと、ドッグランとかでは味わえないこうゆったりした時間が流れているから、もうワンちゃんもリラックスしてくるんですよね。カフェに入ってきた時こそ新しいところだから興奮気味なんですけれども、そのうち雰囲気に慣れてくるとこう人間もリラックスしてくるし、それに伴ってワンちゃんたちもリラックスしてくるから、なんかねとってもゆったりした時間が流れて、私の方に近づいて甘えてきてくれることとかってドッグランではなかなかないんですけれども、カフェだとねそういうのがあって、すごくねそういうのが癒されていました。3連休の最終日はまた別の仲良しのお友達が来てくれて、スイーツをねもう今か今かという感じでね、もう待ちきれない感じでお皿ごと食べちゃうんじゃないかっていう感じで食べてくれるお友達がいて、本当にそういうのを見れるだけでもね私は癒されていました。でその後他の予約も入ってなかったから、お散歩がてら近くの雑貨屋さんまでお散歩に行ったりとか、あ
テディベアミュージアムっていうのがあるんですけど、そこで写真を撮ったりとかして過ごして、お見送りしてそれぞれ帰ったんです。3連休の後はこれまた仲良しのお友達のワンちゃんのバースデーがあったので、そのバースデーパーティーをするために特製のバースデーケーキを焼きました。プレーンの生地とブロッコリーのパウダーを混ぜた生地のチェッカーケーキを作ったんですけども、そのプレーンの生地とブロッコリーの生地をこう交互に入れてカットすると断面がこうチェックみたいに見えるんですけども、それに、お豆腐のクリームをデコレーションしていちごとバナナで飾って、あとはクッキーを焼いて、そこにそのお友達のワンちゃんの名前をこう刻印して、それを一番上に乗せて、あとは5歳だったから5歳のろうそくを立てて完成させました。ワンちゃんのバースデーケーキって結構需要があって、でしかも私が作るものは人と犬が一緒に食べられるように作るので、そういうのいいなと言ってくれる人も多いから、バースデーケーキだけを注文してテイクアウトができるような形で準備を今進めているところです。写真を見て選べるようにこう試作をして撮影して、それをウェブサイトに載せられるように今着々と準備を進めているところで、それと同時に私が手がけているお名前とその子の写真を使ってレーザー彫刻したウッドのグッズがあるんですけども、こうお皿とかね、木のお皿とか、あとスマホスタンドとかマグカップとか、そういうののグッズも写真に撮ってウェブサイトからこう選べるようにしたら便利だろうなと思って、それをこれから着手する予定でいます。なんかね、本当にやることが多くて、ここだけで白状すると、実はまだ家の2階は全然片付けが終わってなくて、ひとまず段ボールからは出してるんですけれども、それをあるべきところに入れてない状態で床に転がってたりとか、今ひどい状態なんで、それもなんとかしたいなと思いながらも、でもスイーツの試作もしたいしとか、上位とゆっくりお散歩する時間も確保したいしとか、まあね、本当にいくらあっても足りないのが時間っていう感じですね今。なんか嬉しい悩みっていう感じですけど、ただね、この1ヶ月間で私本当に老け込みました本当にね、もうなんか自分の今の鏡で映る自分の顔を見ると大丈夫って言いたくなるぐらいやつれてるんですけど、でもね、気持ちとか体は元気なんですよ。そう、やりたいこともいっぱいあるしなんですけど、本当になんかね、このやつれ感はね、ちゃんと睡眠を確保しないとなとは思いつつも、でもね、なんかどうしても削るとなるともう睡眠時間しかないんですよね。食べる時間は削れないしね、スイーツ作る時間は削れないしとか考えるとね、どうしてもね、寝る時間が少なくなっちゃってね、もうそんな感じなんですよね今。でもね、本当に毎日楽しく過ごしていますので、その辺はご心配なく
フォートゥーカフェは愛犬とシェアできるスイーツカフェっていうのがコンセプトではあるんですけれども、とはいえね、ワンちゃんがいない方もお一人の方もいつでもウェルカムですので、もしも伊豆に遊びにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひぜひフォートゥーカフェの方にも足を伸ばしていただけたらと思います。完全予約制なので今日の今日とかっていうのはちょっと難しいんですけれども、なんとなく行けそうだなっていう日があったら、ぜひね予約を入れていただければと思います。予約を入れて、もしも来れなさそうだったら別の日に変えていただければいいですので、遊びに来ていただけたら本当に嬉しく思います。今日も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次回の V キャストでお会いしましょう。